こんにちは、あごひげバイクチャンネルです。今日はこちらですね、モートンの、バインドミラーですね、トライラインっていうモデルになるんですが、今日はちょっとそのご紹介をしていきたいなと思います。今までね、キュアブっていうメーカーのボブっていうのを、今年になってずっと使ってたんですけど、やっぱね、ちょっとこう小指に当たるというか、結構ギリギリなんですよね。この前はキュアブのレトロっていうモデルを使っていて、それは手とね、このミラーの間が割と空いてたので、あんまりこう操作に支障がないというか、使ってて違和感は全然なかったんですけど、もうちょっとこう低めの方がかっこいいよねっていうので、同じメーカーキュアブの、ボブっていう方に変えたんですよ。メーカーも注意してる通り、かなりこう指と距離がね近くなるので、当たる可能性が非常に高くなります。いうのは書かれてたんですけど、実際使って、やっぱね、当たるっていうか、そんなになんかこうゴツゴツ当たる感じではないんですけど、やっぱね、そこにあるのを意識せざるを得ない感じなんですよね。だからこうパッとハンドルを握った時に、やっぱね、どうしてもこう小指のあたりがね擦れていく。なのでこのグローブもその当たる部分がね結構剥げてきちゃったりしてて、だからといってこの操作に支障が出るっていうわけではなかったんですけど、なんかちょっと邪魔だなっていうか、もうちょっとね手に干渉しない方がストレスないかなっていうので、前のレトロに戻すっていう手も考えたんですけど、他になんか別のバインドミラーないのかなっていうので、探したところ、そのモートンっていうところが出している、バインドミラーが、なかなか具合が良さそうだったので、ちょっとそれに交換することにしました。今回はその、モートンに変更する、内容と、あとは今まで使ってたそのレトロとボブと、比較してどうなのかっていうところですね。そこのところをお話ししていこうかなと思います。割とね、動画でもコメントいただくことが多いので、結構興味ある方多いんじゃないかなと思っているので、バインドミラー、どれにしようかなと、検討されている方の参考になればいいかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい。ということで、まず、モートンの、バインドミラーですね、の紹介なんですけど、2種類出ていて、1個がね、今つけてるこのトライラインっていうモデル。で、もう一つが、ツーリズムだったかなっていう2つの種類が出てて、機能的には多分大差ないんですけど、背面の処理っていうのかな、ミラー側じゃないところの処理が若干違っていて、値段がこのトライラインの方が17,000円で、ツーリズムの方が確か15,000円ぐらいだったと思います。で、これ値段がね、ペアじゃないんですよ。1個、その、15,000円とか17,000円するので、両方買えるんであれば2つ買わなきゃいけないというので、最低でも3万円はかかるっていうところですね。で、今まで使ってたそのキュアブのレトロとかボブは、2万円切ってて、17,000円とか18,000円ぐらいなんで、そこと比べるとちょっとお高めなモデルではありますよね。キュアブの方は確かね台湾のメーカーになってて、で今回のこのモートンはイギリスのメーカーですね。なのでその辺もあって値段高いのかなっていう気はするんですけど、ただねモートン質感はかなりしっかりしてて、値段なりの価値はあるのかなと。純正とトントンぐらいの値段ですよね。で、そのモデルが2種類あるのと、あと大きさも2種類あって、80mm と 100mm で、それぞれモデルが出てるんですけど、日本の法律でいくと 100mm の方じゃないと車検適合にはならないので、実質買うのは 100mm になるのかなと思います。80mm はね買ってもね公道って走れないんですよね。で、私今つけてるのは、そのトライラインの 100mm の方ですね。単品で買えるっていうこともあって左右対称な作りにはなってて、トライラインの方はこの背面に3本のこうラインがついてると。なんかメルセデスのマークみたいな感じですね。もう一個のツーリズムの方は特に背面のこう模様みたいのがなくて、艶がかかったようなつるっとした感じですね。トライラインの方は少しこうマットがかったような質感になってます。で、あんまりこのモートンっていうメーカーよく知らなかったんですけど、結構デザインをね重視してる会社っていうこともあって、箱からして結構かっこいい感じでね、入ってるんですよね。今までのその、キュアブの方は、バーエンドと、一体型のバーエンドミラーだったんですけど、今回型モートンの方は、
バーエンドまた別になってるので、ね、バーエンドの方も同じく買い足さなきゃいけないということで、まあ、同じメーカーの、なんだっけな、ジェミニだったかなっていうモデル名のものを買ってます。で、このバーエンドミラーもね、いくつか種類があって、まず素材が確かアルミとブラス、真鍮製のものがあって、まあ、真鍮のものはゴールド仕立ての一色ですね。アルミの方は3色展開で、黒とシルバーと、あと、私今つけてるこのゼブラ柄みたいな。やつになってます。値段がね、確か4500円だったかな。これはペアで売ってますね。なので、まあ、このモートン一式で買い替えるってなると、まあ、大体3万5千円から4万円ぐらいの、出費にはなってくるかなと思います。ちょっとね、まあ、値段だけ見ると、キュアブの方が、まあ、お手頃に変更はできるかなっていう感じですかね。はい。で、取り付けなんですけど、まあ、比較的、簡単に取り付けられて、まあ、純正、のままの人は、まずバーエンドのとこですね、をぐるぐると外して、カラーっていうのかな、ミリ単位のハンドルバーとインチのハンドルバーそれぞれに付けられるように、カラーみたいのが入ってます。これアルミ製ですね。で、これをまず取り付けてあげて、で、その上に、バーエンドミラーをこう被せるという形になってます。六角レンチで締め上げてあげれば、まあ、完成と。で、バーエンドに関しては、こちらもまあ付属のネジがね、ちょっと長めのものが付いているので、これで取り付けてあげますと。このモートンのミラーいいなって思ったのは、この向きをね、向きっつうか、横に結構触れるんですよね。真横になるまで触れるんですよ。まあ、なんで、人によってはこのハンドルの真横にね、ミラーをつけるっていうスタイルもできるかなと思います。ただね、100ミリだとね、ちょっとミラーがでかいので、若干、なんか、不格好というかね。私は、まあ、45度ちょい低めぐらいに、まあ、セットしてますね。見やすさは、まあ、今までバーエンドミラー使ってたので、特にこう、違和感はないんですけど、まあ、全然許容範囲かなと。多少の視線移動は必要になりますけど、まあ、そこまでね、大きくこう、頭を動かさないと見えないとか、まあ、そういうレベルではないので、使い勝手に関しては、まあ、申し分ないかなと思います。可動範囲大きいのは、一番最初に使ったレトロですね。キュアブのレトロ。軸がちょっと真ん中からずれてるので、まあ少し上側にしたり、下側にしたりね、横に広げたりみたいな、まあ若干ですけどね、まあそういう、柔軟さというかね、調整の幅は結構あったんで、レトロの見た目がまあ許容範囲であれば、まあそれを使うのが一番いいのかなっていう気はしますね。でこのモーターに関しては、ここの高さっていうのかな、サイズ的にはほぼボブと一緒なので、まあ立てて使うんであれば、まあボブでもいいのかなと思いますね。このやっぱモートンのいいところっていうか、まあその前使ってた他の2種にないのは、こうちょっと斜めに設定できるっていうところなので、まあそこに魅力を感じないんであれば、普通に売ってる、垂直のね、まあレトロとかボブとか、まあ他メーカーでも出てますけど、まあそういうミラーでいいのかなっていう気はしますね。これどうなのって思ってんのは、これね、ミラーじゃないんですけど、このバーエンドの方なんだよね。一応日本の代理店通ってるとこから買ってるんですけど、直輸入じゃなくて。なんかね、ネジがね、サイズ微妙に違うんだよね。付属のね、六角ネジが2本ついてくるんですけど、片方はね、サイズぴったりなんだけどね、片方ね、なんかね、微妙にサイズちっちゃくてね、六角がこうきっちりはまらないんですよね。まあ、その辺、やっぱ外国品質だなって感じはしますけど、まあ、なのでそういうのがあるっていうのと、あとはこのバーエンド自体が、多分ね、バーエンドミラーをね、つけて、きっちり取り付けるっていう設定になってないんですよね。このバーエンドミラーって内側くり抜かれてて、まあ、本当にそのバーエンドのところにカポッとかぶせて、ネジ締めするっていう作りになってるんですけど、バーエンドミラーをつけると、そのカポッとかぶせる部分にミラーがつくので、まあ、若干こう、中浮いてるというか、ネジだけで、止まってますみたいなね。その海外で、同じようにやってる人の動画見ると、締め付けすぎちゃいけないよっていう風に言われてて、締め付けすぎるとですね、まあ、こっちの左側の方は全然問題はないんだけど、ただ閉まるだけなんですけど、右側の方は、この、スロットルレバーと干渉するんですよ。横から押されてね、スロットルが回しにくくなるので、だから普通にグリグリ締めていくと、
このスロットル動かなくなっちゃうんですよ。ちょうどいいとこで閉めてねってその人は言ってんだけど、ちょうどいいとこってどこだよって思ってさ。まあちょっとね、間になんかかますとかすれば対応できるのかもしれないんですけど、私今つけたばっかりで、まだ何もしてないんだけどね。ちょっと振動とか、触ったりするとね、すぐね、緩んできちゃうの。だから、このミラーと合わせて使うときはね、ちょっと気をつけないといけないかなと思います。なんかね、メーカーのホームページ見てもね、その辺うまく書かれてない感じだったので、そこはいまいちかなって気がしますね。まあ、ミラーに関しては、まあ、見た目は私かなり気に入ってて、すっきりコンパクトになったのでね、非常に気に入ってて、まあ、最初にね、値段のことを言いましたけど、そんな高いのはちょっとな、みたいな。まあ、1個で2つ分買えるぐらいの値段はしたので、まあ、バインドミラーにそこまでの価値はないかなっていう人だったり、あとは、まあ、もうちょっと実用性重視したいなっていう方は、まあ、以前に紹介しているそのキュアブとかの方がいいのかなっていう気はしますね。まあ、これもね、実用性ないわけじゃないんですけど、ちょっと値段だけ見ると、割高かなっていう感じは否めないですかね。はい。というわけで、モートンの、トライラインですね。バインドミラーご紹介しました。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。またチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。